デイリリシスターの空です。私のカバンの中身を紹介します。普段ポップアップや除雪店でシスターとして店舗の業務をやっています。めっちゃ恥ずかしい。こんなことするようなキャラじゃないんです。紹介しますみたいな感じじゃないんですよ。これはカーリンっていう名前の韓国のカバン屋さんのブランドなんですけど、結構中身たくさん入るので、飲み物とかイケメンのタオルとかも結構入る。こうなめがけにもできるし、こう絞ったらハンドバッグっぽくもできるので、いろいろアレンジができるのがすごく便利で可愛いなと思って買いました。ここにカーリンっていうチャムみたいなのがついてたり、中もタグが可愛いなと思って、ここにも実は収納することができて、ちょっとした大きめのポケットくらい収納になってます。すぐに取り出したいものとかはここに入れるようにしてます。たまたまインスタグラムとか見てて、結構韓国の女の子が持ってるなと思ってて、カーリンのカバン持ってる人少ないなと思ったので、海外の輸入サイトから買いました。次紹介するものは、テクラのタオルです。デンマークのファブリックブランドなんですけど、結構夏とか私すごく汗かきなので、首の方とかがっつり拭けるので、吸水性も抜群で、オーガニックコットンなので手触りも良くておすすめのタオルです。ここに引っ掛けるタグもついてるので乾かしやすいです。次の中身は祖母からいただいたお財布で、シャネルのお財布です。大事に使ってます。小ぶりなので使いやすいですし、お札とかもちゃんとそこまで折り曲がらずに入るのですごくお気に入りです。2つ折りで、こっちがお札入ってて、こっちが小銭入ってます。大学時代から使ってるので、いいように言えばヴィンテージのシャネルだと思います。次がこの水色のポーチなんですけど、ジューノンっていう服のブランドがありまして、そこのポップアップに行った時にノベルティでもらいました。私はホラー漫画が大好きなので、梅津和夫の大美術展に行った時に買ったキーホルダーをここにつけてます。伊藤淳二先生の富江の缶バッジもつけてます。すごい可愛くてお気に入りです。TikTok とかで富江メイクして一時期バズったり、インフルエンサーの子たちが富江メイクしてたり、キャッチーなキャラとして認識されてると思うんですけど、実際漫画読むとかなり怖いので、みんなそれ知っててみんな真似してるのかなって怖いのに。このビスチェ、後ろにリボンがついてるんですけど、これが結構可愛くてお気に入りなんですけど、メガネをちょっとご紹介します。これはあやめっていうドメスティックアイウェアブランドなんですけど、結構私はメガネがあんまり似合わない顔の骨格で、結構メガネ選びに苦戦してたんですけど、あやめのメガネはフレームが結構日本人の骨格に合わせてデザインされてるので、結構私でも似合うものが多いので、すごく大好きなブランドです。若干レンズ 10% くらいブラウンが入ってて、暗めの部屋とかだとちょっとブラウンっぽくなってるのがわかるかなっていう程度なんですけど、この金具若干、ゴールドなんですけど、このゴールド顔にすごく馴染むゴールドなので、こんな感じで目がかなり悪いのでちょっと目がちっちゃくなっちゃうんですけど、次はプロテインなんですけど、このデイリリーのプロテインは結構もうお茶として
私は味がすごく好きで、自炊とかあんまりしないので、結構栄養が偏りがちかなと思うので、それでタンパク質も補って、ちょっとエイジングケアもして代謝も上げてくれるっていうようなプロテインですごく大好きです。ちょっと昨日食べ過ぎちゃったなっていう時は、お昼ご飯とか朝ごはんをこれに置き換えて飲んだりしてます。シンプルにでも味が好きっていうのが一番なんですけど、マドラーで混ぜたりとかいろいろ試したんですけど、やっぱりシェイカーがあったら一番上手に作れるので、でもいちいちシェイカー持って出歩くのもすごく大変なので、水筒としても使えるシェイカーっていうのはすごい重宝してます。これに入れて、もう飲む時にお水買ってその場で作って飲みます。全然苦くもないですし、納豆とか高麗人参とかも入ってるのに全然癖がなくて、本当にお茶として私は飲んでます。個人的にはちょっと水多すぎたかもってくらいお水入れるのが私は好きです。次ご紹介するのがグミが、いつもグミとか飴とかを食べてないと落ち着かないぐらい絶対カバンに入ってるんですけど、もうこれは小学校の時から食べてて、すっごく酸っぱくて、梅干しが大好きな方はすごいおすすめなんですけど、これはシャリッとしてて、お砂糖が周りにまぶしてあって、別に何でもいいんですけど、口に入れても大丈夫なものを買う。これも美味しいのでおすすめです。次はデイリーリーの S サイズのポーチで、ティッシュだったり生理用品だったりハンドクリームとか替えのコンタクトとかを入れてます。でこのポーチの個人的に好きなところが、チャックの持ち手が結構大きいところで、ちっちゃい持ち手だとやりづらい、シャッとしづらいっていうのがあるので、結構ここは私のお気に入りポイントになってます。で今ちょっと S サイズのポーチがすごく人気なので、ちょっとお店にないところとかもあるかもしれないんですけど、大きめのサイズのポーチもすごく可愛くて、同じようにとっても取り出しやすいチャックなので、大きい方もチェックしてみてください。次のものがリファのヘアブラシになってます。髪の毛量が多くて、雨の日とか結構ゴワゴワ広がっちゃうんですけど、このブラシだとすごく溶かしやすくて、髪もサラサラにまとまって髪の毛柔らかくしてくれるので、かさばるっていうのがちょっと難点なんですけど、他にも色たくさんあって可愛いので、ちょっとしたギフトとかにもおすすめかなと思います。お気に入りです。このサウナハットになります。結構仕事終わりとかに比較的アメニティが充実してるサウナに行くので、持ち物はサウナハットとヘアゴムくらいになります。アウトドアショップで何年も前に買って、でもこの柄が一番お気に入りなので、すごく大事に使ってます。リネンなので濡れると強度が増して乾燥とかから髪の毛を守ってくれるので、普通のヘアゴムだとやっぱ水分吸ってすぐ伸びちゃうので、こういうラバーのヘアゴムだとギュッとまとまって長い髪なので、これは絶対に忘れないようにいつもしてます。最後ポーチの中身を紹介します。1つ目がダルバっていう韓国のヴィーガンの化粧品のブランドなんですけど、ホワイトトリュフと植物性オイルの2層になっているフェイスミストになっていて、振って使うタイプの、風呂上がりとか1秒でも早く
スキンケアに取り掛かりたいので、そのつなぎの時間とかで顔にシュッとして、メイクの上からでも大丈夫なので、なんか乾燥した時とかにシュッとかけてます。なんかハイライトを顔に塗ったみたいにツヤを出してくれるので、すごい乾燥肌とか敏感肌の方にもおすすめしてます。次がまた同じとこから出てるダルバのサンクリームなんですけど、 SPF50 プラス PF4 プラスでしっかり日焼け止めとしての機能もありますし、しっかりトーンアップしてくれるので、これになんか特に軽く外出する際とかはこれにもう粉塗るだけで完成するくらい桃色にふわっと血色感を出してくれるようなサンクリームになってます。成分も酸化亜鉛っていうものが入っていないので、毛穴ケアされてる方にはすごいおすすめの化粧下地になってます。日焼け止めに結構よく入ってる成分になるんですけど、肌の密着度が上がったりカバー力とかを増してくれるようなメリットがあるんですけど、でも一方で毛穴詰まりしやすかったり、皮脂のニキビとかが発生しやすくなるようなデメリットもあるので、毛穴の黒ずみとか気にされてる方でとか、あとは酸化塩がちょっと肌に合わない方で酸化塩フリーの化粧下地探してる方にはすごいおすすめのサンクリームになってます。アミューズのリップティントになってます。今塗ってるティントなんですけど、飲んでも食べてもあんまり落ちないので、やっぱりしっかり唇に色がちゃんと染まるタイプのリップですごくお気に入りです。K-POP アイドルの子がビジュアルのモデルになってる。サウナに入ると結構肌の調子も整うので、美容の面でもおすすめではあるんですけど、いろいろ考え事をしていっぱいいっぱいになった状態とか、気持ちに余裕がない時とか、暑くてしんどいんですけど、自分のなんか考えがまとまってうまく言語化できるようになったり、自分のなんか軸とかがぶれないでいられる精神統一のような場所になってるので、結構サウナがあるおかげで気持ちの面でヘルシーにいられるかなと思います。今までは結構見た目に対して気を使っていたり、それこそスキンケアだったりコスメだったりの勉強だったり情報収集を結構していたんですけど、やっぱり体の中の健康だったり美容っていうのもすごく大事だなっていうことにデイリリーに入って気づいて、何か不調が起こってそれに対応するっていうよりも根本から体質から変えていってっていうデイリリーの考え方がなんか、次自分が意識していきたい美意識にすごく近いなと思ったので、他のシスターの美容の手伝いをしたいなと思ってデイリリーに入社しました。結構日本とか台湾にとどまらず、もっと他の国にも漢方の良さをデイリリーで伝えられたらいいなと思いますし、あとは私と結構年が近い方とか若い世代の方にも漢方の良さを伝えられたらなと思います。